We are here. WA Radio. WA Radio。川瀬直美、アンドレア・ポンピリオ。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ね、早速ですけども、奈良国際映画祭。奈良国際映画祭。8日間開催ということでね。8日ですよ。ね、すごいですね。ようやくそういう形で今日はですね、公開配信収録と。そうですね。配信もしてるということですけども。そうみたいな。どうやって映ってんやろ。配信してる姿とかここで誰か見せてくれへんのかな。モニターがないのね。モニターがないわけよ。それじゃあだから私大丈夫かなみたいなね。大丈夫。今見てます。こんな感じです。なるほど、すごい。こんな感じです。でちょっとなんか10秒ぐらい遅れんのかな。配信は大体そうだね。そうだね。通常ちょっとタイムラグが出るということで。朝からもう土砂降りの雨で。いやだって映画祭スタートのタイミングでもね、台風14号という子がですね。どんどんやってくるっていう状態の中で、どうするんですか朝の8時からハラハラドキドキ。これ春日大社様へのレッドカーペット、祈られてカーペットどうするの、カーペット引くののリミットがあるよみたいな、でも私の中では、風が吹くとか雨が降るとか全然イメージできなかったわけ。だけどシーズン的にほら台風シーズンじゃない？いやそうなんですけど、そして天気予報もそうや言うてるんですけど、奈良の上空はなんか降らへんと思って、風も吹かへんと思ってるんですけど、でそれを言うんですけどスタッフに、誰ももちろん信じてくれないわけね。もうニュースとかはもう全部九州地方とか大変ですよと、で飛行機も結構なってますよと、いやでもね吹かないんですよ、雨も降らへんのですよって言って、だけどそんなことさなんぼ言うても誰も信じてくれへんから。ニュースであそこまで大々的にね最大級のそう最大級って言うんですけど、もちろん最大級なんですけど、でも吹かないんです。これ実際じゃあ前半はクリアしてたっていう感じ、だからね本当に無風だったの。すごいね。そう、そのレッドカーペットの始まる6時とか全然雨も降らない、風も吹かない、だったんですよ。じゃあ良かったね。なんですけど、やっぱり東京方面がじゃじゃ降りで、それでもう最大級がやってくるってなってるから、東京よりもこっちは先じゃないですか。で朝からもう新幹線が計画運休して、で来れませんみたいなんで、ゲストが幾人かと、そっか、もちろん向こうからもね来るから、ご来場いただけずに、そして各行政、奈良県内の方々とかは、行政関係はやっぱり災害対策をしていなきゃいけないので、来れない。そうか。そうなんです。それはそうね、そうなりますわ。なのでもう能楽堂でやったんですけれども、それも結構席が空いてしまったんですが、もうこれは仕方がない。でも配信をこのようにさせていただいて、その様子は見れるんですけれども、でもねなんかこう守られてるなって、守られるところは守ってくれはんねんなっていうふうに思いました。いや直美ちゃんいつも守られてるもんねなぜかなんかでも、ということでね、だけどこの、8日間、まさにこの奈良町センター、そうですね、でこういうスタジオができて、隣にはイニシエカフェっていうのがあって、ワイワイとお子さんたちとご家族がランチをしているという、そんな雰囲気の場所ですけど、今日はこの2時間、ちょっとWAラジオがこのスペースをジャックして2時間も2時間いただきます。大丈夫、これ見てます。どれぐらいの人見てんやろ、どのぐらいなんだろうね。そんなことでWAラジオの方でも実は収録を同時にさせていただいてて、よろしくお願いします。今日ちょっと収録した内容と10月3日、からWAラジオポッドキャストでオンエアしようと、よろしくお願いします。だからもうこれはこの時代に聞いてる人は過去を聞いてるってことですね。過去を聞くような形になるんですけども、それがアーカイブ化されていくという。そうですね。なので詳しくはちょっとね waradio.org、またはWAラジオの SNS ねフォローしてもらえればと思うんですが、そうって中で、いよいよ終盤になる映画祭ということで、改めまして、アンドレア・ポンピリオです。そして、国際映画祭のエグゼクティブディレクター、川瀬直美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。12年目、一回りした干支が
っていうことだね本当に、はい、12年目もそうなんです。早く感じる。めちゃめちゃ早いですね。あっという間っていう感じ、なんか自分がそんなに変わってないなと思っているので、何も変わんないと思ってエネルギーいろんな意味で成長してるんだろうけど、だから12年前は、平城遷都1300年に湧いていて奈良が、はいで、千とくんという謎のキャラクターが現れ、何この角生えている千とくんいたね角生えてるこれは何やろ神様なんかなんかもう生き物としてよくわからないなっていうのが、で当時はもうこんなキャラクターもう嫌みたいな人たちや、いたね、なんかそういう反対派がいっぱいいてですね、うなずいてる人がいっぱいいるんだけどでもなんかものすごく全国的にはその気持ち悪さが人気になり、逆にね、はい、で千とくんとかってだって知らない人全国いなかったんじゃない？いなかったと思いますね。だからその矢渕さんという人がですね作らはったキャラクターなんですけど、いやーなんかこのちょっとした気持ち悪さが良かったのかなっていう感じですね。その年にスタート、そうです、はい、ということで、12年、はいそうですね、過ぎるということですけど、すごいね、あっという間の12年だけど、今年のテーマがちょっと気になってたのは Starting with Zero、Yes、 Starting from Zero じゃなく Starting with Zero っていうのがすごい気になってて、なんかそれはどういう思いでそのテーマに、そのゼロっていうのが何かこう全くないとか、ゼロですから、存在はしてるんですけどないっていうイメージがあるじゃないですか、そしてそこから始まるっていう意味ももちろんあるんですけど、このゼロっていうものをずっと考え続けなきゃいけない私たちは、なぜなら何かをこう積んでいくと、やっぱりそこにあぐらをかいてしまったりとか、何かがこう当たり前になっていくっていうところで、ちゃんといつもそのゼロのポイントをこう認識するというか意識してないと、私たちのその原点っていうのが何なのかっていうことを見失っちゃうんですね、人間っていうのは。で、奈良には神様いっぱいいらっしゃるんですけど、天理に磯の神神宮っていうのがあって、で神宮ってつくぐらいやからやっぱ格式高いんですけれども、そこがフルフル祭りっていうか魂を呼び戻す、振り戻すっていうお祭りが1年に1回あるんですね。で人間っていうのはやっぱりこうよどむ生き物やから、心がちょっとよどんでいくっていうか、汚れていくというか、でそれをちゃんと1年に1回こう揺り戻さなあかんっていう、振り戻すっていうかね、でひふみよいつむとかっつって、でそのフルフルみたいな感じで戻す神事があるんですよ。なるほど。なんかねそれもねなんかこう12っていうサイクルって、やっぱりなんか人間に備わってるこう一回ちょっとリセットというか、原点に立ち戻ろうよみたいな考え方が、もうずっと昔からあるので、で私たちの体のサイクルもきっとその12っていう数字の中で結構あるじゃないですか。で60回ってやったら還暦になって、もう一回赤ちゃんに戻るかのように、なんかお祝いしますよね。そういうのとちょっと似てるなという。そうやっぱここ2年間、COVID、コロナ、世の中が大変なことになって、そんな中で、映画制作は監督はせずに、どっちかというと、オリンピックのドキュメンタリーに没頭して、さらに、さあ開けて終わってさあ次だっていう時に、今度はロシアの侵略戦争があってっていう、その中でのやっぱりStarting with Zero っていう思いもやっぱりあったりする、なんかこう人類ちょっともう一回考えなきゃいけないんじゃないっていうのはあります。特に私はこんな時期に侵攻していくっていうね、ロシアがね、で、東大でロシアだけを悪者にしてっていう発言をそこだけピックアップされてバッシングされましたけれども、そのいいもの悪いもの完全懲悪っていうような考え方っていうのは非常に危険だなと私は思っていて、で、芸術っていうものはあらゆる本当多様性の中で、各国自国の文化を掘り下げて、たくさんの監督たちが作り上げるものがやってくる。それは映画だけじゃなくて芸術全般に言えることなんですけれども、でそういう人間がなんていうか形として表して、音楽でもそうだし小説でもそうかもしれないけど、そういうものを私たちはそれを例えば時間を経たとしても、垣間見、そして自分自身の人生と照らし合わせ、そしてそれを
まあなんていうか理解する、もしくは認める、認め合うみたいな、そういうことの方が絶対豊かなんですよね。で自分自身のその領域も増えてくるし、でこんな狭い、領域の中で生きていると、やっぱり物の見方が単一的になるっていうことで、その言っているようなこう反発と分断が起こってくるっていうのはもうずっと昔から先人がこう警告のように私たちに言い続けてるんですけど、でもなぜここでその大国がですねこんな風に侵略するという、そして国連とか、結局そういった組織が何もこうでききれない、っていう、その近隣諸国も何もやっぱりこう手出しできないっていう中で、小国のウクライナが、ああいう状態でこうぐーっとこう踏ん張りつつ、やっぱり一般の人たちが犠牲になっていくっていうようなことが起こってるわけですよ。これは本当に2021年の出来事なの、2022年の出来事なのみたいな、ちょっと疑わしい感じもありますよね。そんな中で私映画祭を開催するんですけど、もちろん COVID の影響もあります。それから、この平和、戦争ということも考えたいから、沖縄特集をやろうと。それで今年、50年っていうのもあるけどね、あるけど、やっぱり今こそ私たちの国だって全然そこと関係ないことないよと。そうね、向き合ってないかもしれないね、まだね、でね、しっかりと。台湾と中国の問題ってウクライナとロシアの問題ってそんな変わんないんだよ、でそこにアメリカの外交の人が来るだけで、中国ミサイル撃ってんじゃんみたいな、でその隣に石垣があるよっていう、もう全然そこって国境あるようでないじゃないですかっていうことでね、そういうところまで言うと、なんかこうすごくまたこうなんやろな、意見が強すぎてなかなかみんなそこに近寄りがたくはなるかもしれないけれども、どうだろうな、そうは思わない、やっぱり、言う立場でもあると思うし、言っちゃあれだけど、やっぱりこれは議論していく、みんなと対話していく、一つのきっかけでもあるのかなとも思ってるんで、そうですね、やっぱり話す、思ってることを伝えていく、でそこで反対意見があればそれはもちろん受け入れるタイプじゃない、そうなんですよ、そう全然どうぞ言ってくださいと、話そうよっていうスタンスじゃない、いつもそうなんです、一方的になんか刃が飛んでくるんじゃなくて、対話の場を持ちたいとも思うし、でそうやって対話をこうすることで新しい考え方や認識が私の中にもあなたの中にも生まれるよみたいなのがすごい嬉しいんですけど、だから映画祭ってこうやって映画館で映画を見るだけじゃなくて、映画館出た後に一緒にさっきまで見てた人で全然知らん人やねんけど、声かけ合っていいと思うんですよ、この人なんかここで泣いてはった、私も泣けたわって言って、ちょっと声かけてお茶飲むとか、そういうことができる場だと思ってはいるんですけどね、だからまさにこの映画祭の根底にある考え方っていうのは、対話の場でもあって、そうですそうです、さまざまなクリエイティブなマインドセットをシェアしていくっていうそうなの場でもある。いやほんでね、私もうね、特にこのコロナが始まってからオンラインがすごい進んだじゃないですか、でミーティングが全部オンラインになっていくのね、でオンラインだと情報のシェアはできても、この人がほんまにそれをそう思ってるのかどうかは分からないわけ、つまり報告会になっちゃってるんでね、ミーティングが、で報告会になってると、そこにどんな問題が浮き彫りになってるかとか、浮き彫りにならないまま報告だけしてるかとかが分からないんですよ、で1時間やったら1時間報告会した後に、みんな何にもそこで起こっていることを、ほんまの意味でシェアできてないなと思ってて、だからフィジカルでこうやって映画が見に来れる状況になって、でそこでこういう会場で言うたらね、この奈良町センター、今日ここにいる奈良町センターもありますし、でそれからやってるからね、やってます、で、エヴァンスキャッスルっていうライブハウスのところでは学生がの奈良ウェーブやってるし、ほんでバスターミナルっていう県庁の持ってる施設では、ちょっとそのインターナショナルコンペティションもやってるし、グランドボヤージっていうアフリカの女の子たちのそれも今年初めてそうですですよね、やってるし、で金賞ホールっていう東大寺の、劇場会場では、ずっとユースの子らのやつやってたりとか、で沖縄特集もやってるし、で春日さんの感謝共生の館では、祈りをテーマにした作品とかもかけてるから、今言うただけで5つ会場があるから、私そこ
プロロロロするんですよ、回ってると。皆さんもねそうやってね歩ける距離なんでね、歩いてもらえるとなんか奈良の持ってるその世界遺産の森だったりとか、で商店街やったりとか、そういうのですごい楽しめる距離感なんですね。で、ゲストの人たちには一応ゲストカーも用意させていただいて、点から点にこう行けるようにはなってるんですけど、それよりも実は歩いた方が楽しい、っていうような仕組みにはなってる。そういう街だからね、奈良はね。そうですね。あとやっぱりその監督としての思いとしてもこの国際映画祭を奈良で開催するっていうところがすごく大きなポイントになってるんですよね。そうですね。なんか奈良ってこうやって世界遺産もいっぱいあるし、東大寺、春日山、で興福寺、で本当に平城宮司とか森とかいうのもあるけども、なんやろな、そこで新しいことを何かやろうと思っても、そういった1000年の祭りごとが当たり前にありすぎて、そこに関わるにはやっぱり限られた人しか関われなかったりするんですね。で自分たちが時間を持ってフィールドワーク、ワークショップやるっていうようなバーみたいなものがなかなかできづらい町では実はあるんですね。でも近隣の小学校とか中学校とか、そういう子たちは世界遺産って言ってお寺には普通に入れたりとかするような特徴もある。奈良ってね、拝観料払わんでも興福寺の境内歩けるんですよ。大仏さんは拝観料払わなあかんけど、大仏さんの境内は別に普通に歩けるし、2月度も登れます。で、春日さんももちろんそうなんですけど、そうやってねフリーでっていうのも変なんですけど、町にある世界遺産が普通に私たちが生きてる日常の、なんていうかこう場でもあるわけね。で神のお庭が私たちのお庭と共存してるみたいな、なので私たちは映画祭の中でこう4つのお庭を作ってるつもりで、晴れの日のお庭、これが今やってる奈良国際映画祭ね、2年に1回ね。で毛の日のお庭は、奈良に実は映画館が1軒もないんです、奈良市内にね。だからその映画館の代わりにシネマテイクっていうのをやっている。でそれから晴れの日、毛の日やから晴れとシネマテイクというのはいわゆるその仮設で、そうです、上映の場を作ると。そうです。公民館みたいなところとか、こう奈良町センターみたいなところもやるし、でそうやってやってで、晴れと毛でしょ。だから晴れと毛をつなぐ日っていうのもやってるのね。でそれは映画祭をやってない年に、映画を作る、制作する。そうです。それがナラティブっていうですね。でその晴れと毛をつないだら、次はここに書いてんねんけど、来たる日っていう、4つ目のお庭は来たる日で、その新しい子たちね、10代の子たちがこの生き生きとその来たる日に向けて、ここでワークショップやるという、ユースシネマプロジェクトね。そうなんです。でこれをこう充実させて4つのお庭を作ってるんですけど、全部新しい取り組みですよ。で12年やっと経ったと、本祭としてはね。だけどその新しいものを受け入れていただくなんていうか土壌が、なかなかこう古い町ではできづらいのね。でみんながこう関わるっていうこともやっぱり新しい祭りやったらできるけど、そのこう1000年続く祭りになかなかみんな関われないんですよね。だからそことうまいことこう架け橋を作ったりとか、出会うはずのない人たちが出会うとか、なんかそういうふうなことをこう一生懸命やってるっていう感じですね。